スカイリムの評価を超えているソフトも登場。セール中のおすすめ RPG トップ5とおまけ。現在 Nintendo Switch の4月のセール対象のゲームの中からおすすめの RPG を厳選しランキングを作成しました。厳選の方法はゲーム、映画など様々なコンテンツの批評サイトメタクリティックを参考にしています。このサイトでは複数の批評を統合したメタスコアという指標とプレイヤーによる評価であるユーザースコアという指標を作品ごとに公表しています。ここでゲームの良作の基準とされるメタスコア75点以上とユーザースコア 7.5 点以上、この両方を満たす RPG をセール中のゲームの中から厳選しました。その上でスコアが高い順にランキングを作成しています。また1000回となった惜しいゲームの最後に少しだけおまけとしてご紹介します。このチャンネルでは図表でいうところの保護、つまり有名かつ神ゲーは触れつつ世界で高評価でもしかしたら日本では知名度はそんなに高くないゲーム、図表でいうところのここら辺のゲームを特に狙って紹介しようとしています。なお、マイニンテンドーストアにて今回紹介する全てのソフトをダウンロード購入できます。またソフトに関する詳細は概要欄に整理しているので気になる方はご確認ください。それでは早速見てみましょう。第5位、ペルシールアービターズマーク。多彩なクラスを組み合わせ戦うタクティクス RPG、 お値段1159円。メタスコア78点、ユーザースコア 8.4 点。ストーリーについてなんですけども、イモータルと呼ばれる7人の英雄が秩序を守る世界が舞台。主人公はこの後継者争いに巻き込まれていくという内容。システムについてなんですけども、マップ上でエリアを選択しエリアで戦闘を行いストーリーを進行するというスタイル。傭兵、魔法使いや行商人、疫病医などベタからユニークな幅広い30以上のクラスが登場。クラスごとにスキルを習得可能。300種類に及ぶスキルを組み合わせキャラクターをカスタマイズ。盤面上に区切られたキャラクターを配置して戦闘。ターン制で進み行動順で移動攻撃を実施。スキルや地形の高低差をうまく利用し戦闘。アイテムはバトル終了後に補充されるシステム。アイテムを使うタイミングが重要。難易度の心配をせずに進むことができるカジュアルから超難易度にベリーハードまで難易度を選択可能。 FF タクティクスを彷彿させるその進化系という印象。タクティクス系を初めてやる方、クロートまで幅広く受け入れてくれる一作。第4位、バトルチェイサーズナイトウォー。90年代にベストセラーとなったアメコミをオマージュした RPG、 お値段890円。メタスコア80点、ユーザースコア 7.9 点。ストーリーについてですが、少女ガーリーが父である英雄アムスを探す旅に出発。その過程で異なる能力、特徴の5人の英雄が集まりダンジョンを進む。システムについてですが、日本製の RPG の影響を受けたターン制のバトルシステムを採用。基本コマンドやマナを使うアビリティ、必殺技になるバーストを使い分ける方式。基本的にはアクション要素はないスタイル。プレイできるキャラクターは英雄6名、3人を選択し戦闘。ハクスラ要素がありダンジョンを探索してアイテムを収集したアイテムから武器、防具を作りキャラクターを強化。アニメーションやキャラクターのモーションが美しい。オープニング、必殺技、カットシーンは一見の価値あり。雑魚もヒットポイント、攻撃力が高く戦闘の手応えあり。ボスもギリギリの戦いとなる内容。日本製の RPG のスタイルを踏襲した洋芸という感じです。コマンド式の RPG をじっくりプレイしたい方に向けた一作。第3位、チルドレン・オブ・モルタ。家族の絆の物語。並外れた力を持つヒーロー家族が繰り広げるアクション RPG、 お値段1386円。メタスコア80点、ユーザースコア 8.2 点。ストーリーについてですが、世界の秩序を守ることを宿命づけられているベルグソン家の家族全員が主人公。世界の木に気がついた祖母マーガレット、家族全員でモルタ山から溢れ出る堕落に立ち向かう。システムについてですが、ベルクソン家の家族の中から1人を選択してダンジョンを攻略。家族は一長一短を持ち、近距離、遠距離、スピード重視など設定が多様。それぞれの異なるスキルを保有しており、この使うタイミングが重要。家族は住む家でお金を利用し、家族全員のステータスなどを強化するパワーアップシステムが登場。その他強力な攻撃やサポートを使用できる生異物、ダンジョンを抜けるまでの効果を発動する聖なる恵みなどの利用も重要。ダンジョンは入るたびに地形が変化。ダンジョンのモンスターが一気に襲いかかってくるなど難易度は高め。さらにその奥には強力なボスが登場し、歯応えのある戦闘が楽しめる。家族の絆を軸にストーリー、ゲームシステムを構成されている良作。ダンジョン攻略、アクション RPG 好きな方に向けた一作。第2位、
ザ・エルダースクロールズ5スカイリム。世界最高峰のオープンワールドアクション RPG。お値段3839円。メタスコア84点、ユーザースコア 8.3 点。200以上のゲームオブザイヤーを獲得しているという高評価のゲーム。ストーリーについてなんですけども、プレイヤーはドラゴンスレイヤーを意味するドラゴンボーンとなります。最強最悪のドラゴンであるアルドゥインからゲームの舞台となるスカイリブ地方を守るという内容。上記は基本的な本筋なんですけども、盗賊となって犯罪者として過ごしたり、魔法大学で魔法を研究したり、一般庶民として結婚して過ごしたり、さらに吸血鬼な人間をやめて生きることもできます。プレイヤー次第でどうにでもどこまでも自由に遊ぶことのできるゲーム。説明など不要な世界最高峰のオープンワールドゲームと呼ばれる一作。次なんですけども、今回のセール中の中でスカイリム超えのメタスコア評価の RPG です。これでタイトルの過言を回収します。第1位、ダイスダンジョンズ。サイコロを振ってダンジョンを攻略していく RPG。お値段516円。メタスコア88点、ユーザースコア 7.9 点。ユーザースコアはスカイリムと比較して劣後するもののメタスコアは超えているという良作。ストーリーについてなんですけども、主人公は何でも願いが叶うという名教であるダイシーダンジョンズで行われているショーに参加。ダンジョンの主であるレディラックによって主人公はサイコロに姿を変えられてしまう。そしてサバイバルショーへの参加を強いられる。自らの願いを叶え、レディラックを倒すためにダンジョンに挑戦。システムについてなんですけども、ランダムな出目のサイコロと装備アビリティをうまく使い攻略。スレイザスパイアのようなデッキ構築とローグライクを混ぜ合わせたようなスタイル。手札はランダムに決定せず、デッキは基本的に固定。コストに相当する部分がランダム要素であり、サイコロの出目で決定。サイコロの出目によるリスクを踏まえたデッキ構築が関与。ダンジョンは入るたびに変化するというローグライクスタイル。プレイヤブルキャラクターはオーソドックスなスタイルの戦士、技を盗む、コピーができる盗賊など6種類。キャラクターによって装備品の傾向、能力は異なる。キャラクターごとに6つのエピソードが準備。合計36のエピソードと最終ボス戦を楽しめる。いきなりデスゲームに招待されるダークなストーリー。一方、パステルな色彩とポップなビジュアルが特徴。運ゲーではなくデッキ構築による戦略を求められるゲーム。スカイリムのメタスコアを超えていて、なおかつ価格もお手頃。頭を使う RPG を楽しみたい方に向けた一作。あとはおまけを残すところになったんですけども、セール期間中という条件の抽出だったり、メジャーインディを問わず無邪気にエイヤで並べているので、クライテリアなどは特段気にしない感じでやっています。偏りのある目線での比較であることは100も承知なんですけども、想定外の並びになるのが個人的にはなんか面白く感じています。この戯れを応援していただけたり、少しでもお役に立てているようでしたら、チャンネル登録、高評価をいただければ幸いです。では、仙外だったもののおまけ2本の紹介に進みます。おまけ1本目、モンスターサンクチュアリ。3vs3 のモンスターバトルを楽しめるアクション RPG。お値段697円。メタスコア74点。ユーザースコア 7.9 点。専門家による評価は基準より低く、ユーザーからの評価の高い一作。本当に膨大な量のカスタマイズやドロップアイテムの収集、アップグレードが可能なのが魅力。一方、若干ビジュアルが地味だったり、この収集という作業芸になりがちで単調だったりするのが残念かもしれません。アクション RPG とモンスター収集という2つを絶妙にブレンドした挑戦的な一作。おまけ2本目がクラウントリック。ターン制のダンジョン探索型の RPG。お値段638円。メタスコア80点。ユーザースコア 7.4 点。こっちは逆に専門家からの評価は高く、プレイヤーからの評価が基準より低いという一作。不思議のダンジョンシリーズのようにプレイヤーが多くと敵も多くというスタイル。戦略を練って進む緊張感。ビジュアルも綺麗なのが魅力。一方、不思議のダンジョンあるあるかもなんですけども、アイテム次第の運ゲーになるところが不満多め。それとは別に戦闘で何が起こってる若干分かりづらかったり、なんとなしに UI がいまいち使いづらいというのも残念かもしれません。おまけですがお安いということで、こちらもご参考まで。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。スイッチのゲーム何して遊ぼうか、服部でした。